はい、アメリカ女子プロレスということで、これを英語の翻訳を出したいんですけどね、ちょっとできなかったので、まあそのうちできるかもわかんないですけど、アスカさんがですね、NXT に登場しましたね。今日何曜日なのかな。NXT っていうのは今火曜日にやってるんですかね。前木曜日だったような気がするんだけど、まあいいや。だから月曜日がマンデーナイトローですね。ローっていうのは R で RAW と。で、火曜日に NXT やってるんですかね。で、試合の後に私をしてるティファニー・ストラトーンとちょっとね、誰と次やるかわかんないですけどね、ベッキー・リンチが、チャンピオンシップを取ってね、ちょっと、順繰りにやってたんですけど、今度は、アスカが、登場してということですね。まあなんかよくわかんないけど、ショッツイもここにいる。ショッツイはベイリーとの構想はどうなったんだろうっていうような。だから、それが終わるのかもわかんないですね。ショッツイは、ダメージコントロールのベイリーを狙ってたんだけれども、どうも白井とベイリーの間にですね、亀裂ですね。ひびが入るというかね、これで僕は白井とアスカのタッグっていうこれを考えてるんですけど、皆さんはどう考えて、いるんでしょうかね。ですから英語の自動翻訳をねつけることができれば世界に1億人ファンがいるようですから、そういう人に向かってそういう人も読むことができる。日本語の勉強にもなるかなと思いますけれども、勉強というかね、日本語のきっかけにもなるかなと思いますけれども、これからどうなんでしょう。来週もね、アスカ登場するのかわからないけれども、NXT というのは昔はですね、これよく言うんですけど、登竜門的なあれだったんですね。団体というか。フロリダにまだあると思うんですけれども、インディーの雰囲気をちょっと残したような、かなと思いますね。イオスカイもここでやってましたね。いきなり上でというわけではなくて、実験というかね、日本でトップの選手だったわけですから、今更っていうなんていうんですかね、先にアスカがいるわけですからね、今更っていうところだったかもわからないけれども、ダメージコントロールとして、スマックダウンですかね、スマックダウンに、移ってですね、見事に、キャッシュインではあるけれども、今チャンピオンシップを持っていると。これがどうなるんでしょうね。このチャンピオンのままアスカと組むということになると、ちょっと勢力図がですね、ベイリー、ダコタカイが残されてしまうと。ショッツイは NXT に、戻ってきたっていうかね、笑っちゃいかんけど、いまいちだったかもわかんないですね。あんな戦車で登場してね、アレクサ・ブリスもの人形を抱えたようなね、キャラクターっていうのも、ちょっとどうだったのかなと思いますけれども、だから少しその愛着障害ということを言うと、長州力がプロレスファンっていうのはいつもいるんだよっていうんですよね。いつの時代もプロレスファンっていうのはいるんだ。要するに親に突っかかっていくことができなかった子供たちっていうのはね、当然そのまま大人になる、成人になる、20歳になる。20歳になってからね、突っかかる人もたまにいるけれども、自覚してですね、そういう年齢じゃないんだということをいつか自覚しましてね、私も高校時代に友人に、長州力張りのエルボーをやったらですね、非常に痛がってましてね、それ以来その時プロレスごっこをやめましたけどね、これいい話かもわかんないですね。
伊藤君悪かったねっていう謝っておきますけど、その頃までじゃれ合いたいわけですよ。要するにスキンシップがなかったというかね、だから子供らしい子供として、成長できなかったという欠落感を抱えたままプロレスファンになるという構図になってるのかなと思いますね。愛着障害、2タイプあるいは3タイプあるみたいですけど、自分も言っちゃ悪いけれどもそんなところかなと思いますね。そこで猪木さんが亡くなってしまって1年ぐらい経つんだけれども、やっぱりその欠落というものを埋め合わせるために映画ができてるわけですね。そういう説明でいいかなと思いますけれども、映画見ることはできませんが、ですからね、これはもう3つの、NXT、あとはマンデーナイトローですか、RAW ですね、あとスマックダウン、フォックスのねスマックダウン、3つがハロウィン閉幕に向かっていってると思うので、そこでどんなビッグマッチが、まだ10月の上旬ですけれども、どんなビッグマッチになるんだろうかなといったところですね。カードはまだ決まってないと。もちろん、ティファニー、なんでしたっけ、スタニー、ティファニー、スタットンですか、スタットンの出番があるかもわかんないし、なんか男子の方で、僕は見てないけど男子の方では中村慎介中川ですね、チャンピオンシップに絡んでるみたいですからね、どんな試合が組まれるのか、マッチメイクがまず注目されるんじゃないかなと思いますね。ですからロー RAW の方ではですね、ナイア・ジャックスがねいますからね、そこでそこに向けての前哨戦ということで、毎週ですね盛り上がっていくんじゃないかなと思いますけれども、僕はあんまりナイア・ジャックスは、ね、好きではないと。ああいうね選手は1人2人いつもいるような気がしますけどね、プロレス界に。バンバンビガロはね動けましたけどね。そんなようなことで、あとは何かありますかね。ベッキーリンチちょっと出てないですね。情報が出てませんけど。そんなところで、ですね。あと1分ぐらい、1分2分ありますけど。ですから、これに英語の自動翻訳みたいなのでついてくれるといいんだけれどもと思うんですが、WWE みたいなことですね。ショルダーズダウンっていうね、両肩がついた。あとロールってね、相手をこう要するにスモールパッケージみたいなね形でロールするっていうね表現よく出てくるかなと思いますね。ロールすると。あと両者ダウンって言ったらボスウェイメンダウンってね。これは少し前高校英語やってましたけど高校英語的にはこれ間違いでね。ボスウェイメンダウンね。ウーマンが複数形ウィミンですけど、ボスウェイメンダウンって両者ダウンしたってね、前世紀の古舘一郎さんばりのね、実況が行われているかなと思いますけれども、そんなことでちょっととにかく英語の自動翻訳をねなんとかしたらもっと回転数が伸びるんじゃないかなと思いますけど、ハロウィン閉幕をね待ちましょう。Let's wait ハロウィン閉幕。